本では煮物の印象が強い里芋。実は、インドにも同じ里芋を使ったスパイス料理があるんです。今日はそんな旬の里芋を使ったインドの家庭料理、アルビキスーキサブジを作ります。アルビーは里芋という意味で、スーキはドライ、つまりグレービーのないドライカレーを指します。例えば、アルーキスーキサブジは、じゃがいものドライカレー、スーカチキンは、チキンのドライカレー。ヒンディー語を学んだことがある方はご存知かもしれませんが、ヒンディー語には男性名詞と女性名詞があります。発音が A で終わる、モルガは、男性名詞なので、スーカ。I で終わるサブジは、女性名詞なので、スーキとなるんです。一見難しく感じるヒンディー語も、料理名を通して知ると自然と覚えられるんですよね。では、実際に作りながら見ていきましょう。まずは、アルビ、里芋を下茹でします。里芋にスッと竹串が通るくらいの柔らかさになれば、鍋で茹でても、レンジで加熱しても大丈夫です。里芋を洗ってそのまま入れるだけで済むので、私は圧力鍋を使っています。圧力鍋で茹でる場合は、洗った里芋がひたひたになるくらいの水を入れ、蓋をして強火にかけます。沸騰してシュッシュッと圧力がかかったら、弱火にして3から5分茹でます。そうすると皮もスルッと簡単に剥ける、里芋の下茹では完了です。実際は、茹で終わって圧力が抜ける間や、里芋が冷めるのを待つ間に、チャパティを作ったり、他の材料をカットしたりしておくと効率的です。他にアルビキサブジに必要な食材は、生姜3センチほど、青唐辛子2本、コリアンダーリーフ適量と、とてもシンプルです。皮を剥いた里芋は、ざっくり、くし形にカットします。ここまで来れば、あとは炒めるだけなんで、意外と簡単なんです。強いて言うなら、このサブジのポイントはスパイスの組み合わせです。まずフライパンを温め、油を少し多めに大さじ3ほど加えます。マスタードオイルがあれば、風味が良くて里芋ともすごく合うのでおすすめです。油がしっかり温まったら、今日加えるスパイスは細かいものばかりなので、一旦火を止めてから加えます。加えるホールスパイスは、クミンシード小さじ1と、アジュワンシード小さじ2分の1。そしてお餅でしたら、ヒングをほんの少量加えて、もう一度火をつけたら、弱火で20秒ほど炒め、油に香りを移します。続いてみじん切りした生姜と、スライスした青唐辛子を加えて、火力を上げて、さっと3、40秒炒めます。続いて、ターメリックパウダー小さじ3分の1と、コリアンダーパウダー小さじ1、クミンパウダー小さじ1、そしてレッドチリパウダー小さじ1を加えて炒めます。いつもと同様、チリの分量はお好みの辛さに調整してくださいね。弱火で30秒ほど炒めたら、カスリメティ小さじ 1.5 と、アムチュールパウダー小さじ1、塩小さじ4分の3から1程度を加えたらさっと炒めます。ここで主役の里芋を加えます。里芋の粘りと柔らかさこそが、このスーキサブジの美味しさのポイントなので、形が少し崩れても気にしません。全体にスパイスがざっと馴染んだら、フライパンを時々振りながら、揚げ焼きするように炒めます。インドにも里芋があるんだって、驚かれた方もいらっしゃいましたかね。なんとなく、じゃがいもや玉ねぎなどは、インドにも日本にもあるってイメージしやすい野菜かと思うのですが、私も最初にインドで里芋のカレーを見たときは、ちょっとびっくりしました。今年の夏に帰省したとき、夫の実家で行われたプジャの昼食にも里芋のカレーが出てきたので、その時の様子をパシャリ。ご紹介しますね。左上から甘いスイーツ、チェナラスゴッラ。じゃがいもとひよこ豆のアルーチョレ。今回のレシピと同じ、アルビキスーキサブジ。パーパル、パパドのことですね。そして、プリにカットしたキュウリです。神様行事はすべてベジですし、夫の実家も普段は基本的にベジなんです。レシピに戻って、全体にスパイスが絡んで、少し焦げ目がつくぐらい3、4分炒めたら、アルビキスーキサブジは完成です。